放置しててなんとかエンジンがかかったんですが、ちょっと調子が悪いので、昨日点火してるのは全部見たんですけど、おそらくインジェクターの固着だと思います。これで今外して何も変化ないんで、このインジェクターが固着してますね。他のところも固着してるかもしれないけど、昨日ここに電気が来てるのと点火してるのは点検したんで、インジェクターの固着だと思うんで、インジェクターの固着の直し方をまた別の動画で上げます。明らかに1つか2つダメな感じなんで、あとエンジンをかけたら、このサブタンクから水漏れしてるんで、サブタンクしても日本車と違って圧力がかかってるんですよ。ラジエーターのアッパータンクの一部みたいな。外観で外観は傷んでますけど、これは直した。それね、タンク。水のラジエーター。台車って全部加圧タンク。加圧タンクって圧力かけてるんだ。そうそう、ほとんどの会社はそうだけど、うん。日本車って本当にただの容器が入ってるだけだ。取ったってなんでもないじゃん。ラジエーターにキャップがついてて、そこで止まっててね。そうそうそう、圧力がね。オーバーヒートしたりとか、減った時だけこっちと行き来するだけだ。これは常に水が回ってるから、ここに。じゃあ予備タンクではない。アッパータンク。ラジエーターの。ラジエーターの圧と一緒ぐらいの。そう、同じ。全く一緒。なるほどね。だからほら、アメ車とかでもベンツとかも床についてるじゃん。ついてたかもしれない。ラジエーターにキャップついてない。あ、そうだね。そういうことです。だからここはラジエーターの一部。で、ここから水漏れてきたから、それを直した。それ直したね。柔らかい服して。柔らかい。軟質。本当だ。これがアストってやつ。あ、そうそう。これ一箇所。もともとの足ついてるから。足しただけ。まあとにかく劣化してんだろうっていうことでね。これだってよく俺スバルの車もみんなアースしてんの俺見たことあるんだけどね。アースが足りないとかね。その内装はそういう形が。いや、カウンタックがガンディにやったかどうかわかんないけど、有名なじゃないじゃん。それが内装だけを担当してる。とりあえずはバッテリー強いやつで回してもなんかセルが弱いんですね。で、こういうのが十中八九接触っていうか、要するにそのアース不良が多いんで、この車体番号が入ってるこのスタートタワーのここだけ鉄なんで、他は全部FRP もしくは樹脂なんで、これとエンジンを前側はやったんで、で、ここは鉄ですね。これ磁石ですけど、でこの後ろあたりにあるところをやっても鉄のところは全然ないんで。これは純正のリアガラスの熱線のための線です。アーシングケーブルとかでもいいんですけど、これとても抵抗が多かったんで、他の車のバッテリーのケーブル
完成です。シフトリンケージ周りのブッシュが全部ダメで、交換して、一部出ないのがあったんで、その辺を作りました。実際ブッシュこんな感じに粉々になってます。一回エンジンミッションを下ろして、シリンダーブロックのフリーズプラグ、砂抜きの後ですね。よく鉄の目比べたがついてるんだけど、それを交換して、これですね。ブロックを交換して、これですね。この辺のミッドシップっていうか、ポルシェとかワーゲンとかで結構エンジンを下ろすの大変なんですけど、フリーズプラグっていうその目比べたを交換したら、今度はウォーターポンプから水が漏れてきちゃって、部品が取り寄せられるものは海外から取ったんですけど、ないのが何点かあって、それは全部作りました。この辺のリンケージなんかも全部、リンケージのブッシュ交換したんだけど、この鉄のステイがダメで、それを作って、ちょっとエンジンかかんないとうまくシフトできるかどうかわからないんだけど、調べてください。もう一つ気がついた面白いことは、ヨーロッパ車スタッドボルトじゃなくてボルト刺す車多いけど、これ1本だけスタッドボルトであとボルト刺すようになってるんですね。だから全部ボルト刺す電池とかああいうのよりもホイールをつけるのがつけやすい。要するに鉄のパイプフレームみたいな、それの上に FRP ボディが乗ってるので、カットしちゃうとホイール接触が悪いんですで、唯一鉄があるところを探してロープを増やしてファイバースコープで見てるんですけど、あんまりはっきりわからない。はい、インジェクターの続きですね。端子をとりあえずきれいにして、磨くのがまず基本です。で、なんかの潤滑剤なんかを塗って締めるといいですね。コネクタのここの面のサビも、錆びてたらできるだけ落として、ちょっと気持ちコネクタを少し潰し気味にして強く刺さるようにした。で、これは気をつけてやってほしいんですけど、ソレノイドなんでプラスマイナスは基本的にないんで、どっちつなぎもいいんですけど、これ今バッテリー前なんで面倒なんでバッテリーを1個持ってきて、それやるんですけど、で、くれぐれもショートには気をつけて、今プラスがつないであって、このマイナスをこのカチンってこの音が正常にインジェクターが動いていることです。カチンカチンって奥で鳴る感じですね。で、正常なやつでも電気触れた瞬間に多少火花散ったりはしますけど、これさっきと音が違うの分かりますかね。これが今ね、固着してるインジェクターで、端子のところに火花がさっきのところより出るんですね。それの上で固着してるから、これずっと電気流しっぱなしにすると完全に壊れちゃうんで、このカチカチを何回もやってると復帰することがあります。ちょっと今ね、これちっちゃいバッテリー電圧弱いんで、もうちょっと大きいので復活しないんでやってみようと思いますけど、この1本が動いてないのがとりあえず分かったので、この1本と
ここは動くようになったんで、今のところ2本がダメなんですね。これが正常にインジェクターが動いてる音で、まあ多少は火花出ますけど、すごくちっちゃいのが出るだけで奥で出る。これ何回もやってると、これ今ポンプ動いてないから電圧はかかってないけど、燃料は出てるんで、動いた分だけ次かけた時に多少かぶったりはします。次に動いてない方のインジェクター、これよりもショートさせないように。見えるかな。さっきより火花が多いんですね。でパチッっていうのはこの触れた電極のところで落としてるだけで、奥のソレノイドでは言ってないんで、このインジェクターも動いてる。これをちゃんとしたフル充電されたバッテリーで何度かやってると動くことがあります。多いのはね、結構日産のね RB 系の古いやつとか結構な確率でインジェクター固まってるんで、それでやって超音波洗浄とかのボッシュのなんとかサービスって洗浄してくれるところもあるけど、これでやって大体復活しなければインジェクター全部交換した方が本当はいいですね。今サブタンクを外して、こういう外車のこういうとこは入ってないけど、日本のと違って中に別のパイプが入ってたりするんで、これが腐食して膨らんで外のプラスチックを割っちゃうっていう構造になってるんで、今切り取りました。中古ウィンドウが探してやった方がいいけど、ないんで、新品もないんで、とりあえずこれ直すことにします。でダメだったら全く違うタンクをつけます。ダメかどうかはまだ分からないんで、今これを外して穴を少し修正して拡大して、こういったニップルですね、これを入れるための穴を優しく開けて、今タップを切ったところです。これを刺して、圧力はかかるんですけど、おそらくいけるんじゃないかな。ただ周りも弱いんで、周りも落としたりしたらもう一発で割れちゃうような、もう硬化しちゃってダメなやつなんで、とりあえず直してみます。いつもはこういうの硬いエポキシボンドをするんですけど、今回こういう乾いても柔らかいやつとか水の面に特化したやつをつけようと思います。ただどれもポリプロピレンに使わない、この材質がわからないんでなんとも言えないんですけど、隙間に入れば、このネジャもしっかり作ってるから隙間に入れば水は漏れないんで、今この周りをとりあえずボンドがつくように足付けです。だからちゃんとタップを切る。でこれにもボンドが付着するように。
で交換24時間なんで当分待って、これ柔らかいからどんどん広がってきちゃうので、こう薄くなってきちゃうんで、まあ、途中で一回こういう風にしないとこの一番埋めたいところに温度が持ってこないので。最初はこれで何回もひっくり返しながらやるしかないですね。で24時間以上後につけてモレナがやっております。ピンの続きです。とりあえず接着剤が乾いたんでやってみます。ダメだったらこういうものを使おうと思ってます。加圧式なんで。ちなみにこの車バッテリーがついてないんですけど、このリーフのリチウムイオンバッテリーでかけます。こんなちっちゃいのにエンジンかかっちゃうとすごいです。エンジンはこの間インジェクターをやったんで絶好調です。4号車のサブタンクと違って加圧されてるんで常にこうやって水が回ってきます。今水しか入ってなくてだいぶ汚いんです。この間はこの段階でじゃじゃ盛りだったんで、とりあえずは水筒だけど、問題は蓋をして圧をかけたらどうなるかということです。漏れもない、ちょっと時間的な問題はわからないけど、とりあえず漏れもないんで完成です。